皆様、本日は市政の人たちの資産形成支援、将来の安心を育むセッションにご参加いただきありがとうございます。私は本セッションのモデレーターを務めます株式会社開発マネジメントコンサルティングの野口みどりと申します。よろしくお願いいたします。本セッションでターゲットとしている市政の人たちというのは、主に中小企業に勤めている人を想定しております。日本では全企業数のうち99%以上が中小企業に分類されており、日本の非雇用者の約7割は中小企業に所属していると言われております。そのため本日ご紹介する取り組みは多くの方のご関心に沿うものと思われます。特に医療、保育や介護など、人々の生命と社会生活を支えるのに不可欠なサービスを提供している事業者の多くが中小企業に分類されています。しかし、福利厚生の面では、中小企業は大企業に比べると貧弱で、従業員は金融資産形成の難しさに直面している現状があると言われています。本日はこうした状況を受け、中小企業を対象に見据えた企業年金退職金制度という画期的なサービスを開発された株式会社ベタープレイスの取り組みをご紹介いたします。株式会社ベタープレイス代表取締役社長森本真二様をお招きしております。森本様、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。森本様は誰もがお金の心配をせずに生きられる世界を作ることを目標に創業されたと伺いました。創業に至る経緯や問題意識を踏まえ、事業方針や現在の主力商品についてお伺いできますでしょうか。はい、改めまして、ベタープレイス代表の森本と申します。当社は、ビジネスを通じて、子育て世代と子どもたちが希望を持てる社会を作るという、経営理念を掲げて会社を運営しております。具体的には、まさに中小企業で働いている方々、それから女性、主に女性ですね、そういった方々を、対象に、企業年金を、作って提供している会社でございます。そもそもなぜこういったビジネスを始めようと思ったかというちょっと私の、子供時代の話をさせていただきますと、私が小学生の頃、親が離婚しました。これ、子供の頃の、僕と弟と母親の姿なんですが、で、僕や弟も、大変だったんですけども、それ以上に母親、シングルマザーとして、非常に苦労して、子育てをしている姿を、目の当たりにして育ったというのが、自分の子供時代です。で、長じて、大人になった後なんですけども、僕の年子の弟がいるんですが、その弟が、酒屋を手伝ってたんですが、けども、商売がうまくいかなくて、倒産を余儀なくされました。で、その結果、彼自身が、保証人になってまして、まあ、う母親もそうですし、自分の弟もそうなんですが、なんで一生懸命、まっとうに暮らしている人たちが、お金の苦労をしなくちゃいけないのかなと。そういった意味で、あの、普通に、日々の暮らしを頑張っている方々が、お金の心配をしなくて済む世界というのを作ろうと決意して、ベタープレイスという会社を創業いたしました。で、我々の取り組みなんですが、2つ解決すべき社会課題というのがございます。一つは、まず日本の労働者人口ですね。日本は、世界の中で本当に一番、少子化、それからあ高齢化というのをどんどん迎えている国でして、一番このしわ寄せを食らうのが、まさに中小企業でして、その中小企業で働く、環境、福利厚生、こういったものを整えることで、こういった中小企業の人手不足という問題を、解決したいというのが一つ目、我々が取り組んでいる社会課題です。それから二つ目の社会課題が、
まあ、豊かなはずの日本、先進国の、はずの日本で、実は貯蓄が全くない方というのが非常に多くいらっしゃいます。まあ、一人世帯の実に36%、まあ3人に1人ぐらいはですね、貯金がゼロという状況にありますし、それから、2人以上世帯ですね。でも4組に1組は、貯金がなくて、まあ、仕事がなくなった瞬間に、もう生活に、瀕してしまう。明日食べるものがないみたいな、そういう状況にあるということがあって、こういった方々の、支援、サポートというのを、どうやったらいいのかということをずっと、考えてまいりました。で、我々がこう考えた、末にですね、まあ、作り出したサービスというのが、企業年金でございます。で、企業年金っていうのは、まあ、世界的にですね、まあ、日本だけではなくて、アメリカや、まあ、ヨーロッパでも、個人の老後の資産形成を支える非常に大事な手段でして、まあ、日本で見た場合でも、3つほど、まあ、メリットがあります。一つは、税制優遇を受けながら、従業員が将来の資産形成ができるということですね。本人が自ら、投資信託や、そういったニーサ等の口座開設をしなくても、会社がそういう制度を用意することで税制優遇をしながら、受けながら将来の資産形成ができる。また、当然、中小企業を経営しているのは経営者ですので、従業員さんだけじゃなくて、経営者の方々、管理者の方々も入れるというメリットがあります。そして、積み立ったお金は全額損金で、退職金の準備ができますので、まあ、いろんな税制優遇を活用しながら、資産形成していくことが可能なのが、この企業年金という制度でございます。ただ一方で、これ日本に限らず世界同じ問題を抱えているんですが、この企業年金の普及というのは、中小企業になればなるほど全く普及していなくて、例えば従業員数30名から99名における、企業年金の普及率はわずか16%にとどまっているという状況です。30名未満、これ統計数値ないんですが、おそらくほとんどの会社さんで企業年金は入ってないんじゃないかなということです。で、我々こういった、中小企業で働く方々、そして、主に女性の方々を対象に、まあ、何かできないかなということを考え続けて、作ったのが、福祉育み企業年金基金という制度になります。これは企業年金が持っている、先ほど申し上げたような、税効果ですね、税金や社会保険料の負担を軽減しながら、積み立てをしていくことができるというものを徹底的に DX を駆使して、まあ、従業員数数名、そういったところでもですね、導入できるようにしたのが、この育み企業年金というものになります。で、こちらの制度のですね、まあ、従業員さん、それから会社側から見たメリットということなんですけども、まずそもそも従業員側から見たメリットです。一つ目としては、積み立ったお金が元本保証されているということです。通常の企業年金ですと元本保証はついてなくて自分で投資先を決めないといけないんですが、こちらについては元本保証がされながら一定の利回りが自動的に付与されるということで、安心して積み立てをすることができます。また、制度を利用することによって、積み立てたお金の部分については、税金の課税対象から外れてまいりますので、積み立てすればするほど、本人の税金や社会保険料が、負担が減るというメリットがあります。また、二つ目のメリットとしましては、通常の企業年金というのは、日本の場合、確定拠出年金というのが一般的だと思うんですが、それは60歳以上にならないと受け取れないんですが、この育み企業年金の場合、退職した場合、ないしは、例えばちょっと一時的に心を病んじゃったりとかして、休職をした場合でも、その積み立ったお金を受け取れたり、あとお子さんが育休とか、ご両親の介護休業の時も受け取れるというのがメリットになっております。そして何よりも非常に簡単にですね、スマホ一つで
積み立てができるようになっておりまして、我々が開発した、アプリを使って、こちらにご自身の給与情報があらかじめ、入っておりますので、これに基づいていくらかけると、いくら節税効果が得られるのかとか、こういったメリットだけじゃなくて、それによるデメリットをですね、将来もらえる年金がどれぐらい減少するのかといったものを、オーダーメイドで確認することができて、納得していただいた上で、このスマホボタンをタップすると、もうそれだけで積み立てが開始されるということで、非常に簡単に資産形成が行えるようになっているというものです。これがまず従業員さん側から見たメリットで、次に会社側から見たメリットです。法人から見た場合、何よりも大きいのが、積み立てをすればするほど、様々な、もちろんその企業年金というのは運営コストがかかってくるんですが、運営コストがかかるのと、反対側でですね、制度を利用することによって、会社側の労使折半分の固定福利費の負担が、減らすことができますので、コストを減らしながらですね、あの制度を導入することができるという形になっています。それから、徹底的な DX を行うことによって、例えば中小企業ですと、社長自らとか社長の奥さんが、経理事務等をやっていることが多いんですが、これを徹底した DX を、行うことによって、ほとんど知識、そういった専門知識がなくても、制度導入が行えるということになっています。そして何よりも一番大きいのは、こういう制度を導入することによって、従業員さんが安心して長く働くことで、離職率が低下するという、そういったメリットがございます。こちらがDX のシステムでして、ガイド画面に従っていけば、もう自動的に規定類の届け出ができるような、そういったものをこちらで準備していることによって、先ほど申し上げたようなバックオフィスのあの人がいなくても、簡単に制度導入が行えるようになっております。その結果なんですけども、今、我々育み企業年金をご利用いただいている会社さんは、従業員数300名未満の、いわゆる中小企業が、96%ということで、まさに中小企業で制度をご利用できるようになっています。また、福祉領域ですね、保育、介護、医療、こういった福祉領域での、導入がメインでして、全体の4割ぐらいをこういった福祉、医療領域が占めているというのも特徴です。そしてこれが一番我々が誇らしいところなんですが、通常企業年金というと、大企業のホワイトカラー、しかも男性というのが一般的な利用者で、実際に確定拠出年金ですと、女性比率はわずか25%に過ぎないんですが、育み企業年金の場合は、女性比率が6割を占めているということで、本当にその、女性の方々にもご利用いただいているというところが特徴的な違いになっております。その結果、おかげさまで、非常に順調に成長しておりまして、制度を利用している加入者数ですね。こちらは10万人を突破して、今11万人近くまで成長してきております。最後にですね、実際こちらの制度なんですが、いわゆる選択制の、企業年金制度として、従業員さんが利用するかしないかを任意で選べるようになってるんですが、実に約7割、71%の方が、会社で勤めている方の71%の方が我々の制度をご利用いただいております。こういうお金の福利厚生制度というのは一般的にもう20%とか30%いけばいい方なんですが、それをはるかに超える方々が皆さん利用していただいておりまして、かつ掛け金も、月額で2万3000円と、非常に高い金額になっております。これ通常の、確定拠出年金ですと大体9000円ぐらいが平均の掛け金なので、それをはるかに上回る掛け金をかけて皆さん将来に備えていただいているというのが、こういった数字でご確認いただけるんじゃないかなというふうに思います。以上が、我々が制度提供しております、企業年金についてのご紹介でございました。はい、ありがとうございます。森本様、ご説明ありがとうございます。
当に中小企業の経営者、そして従業員に寄り添った大変ユニークな福祉育み企業年金基金をご紹介いただきました。導入する企業の数も加入者の数も急速な勢いで増えていて、まさに社会のニーズに応えるサービスを提供されているということが分かりました。このようなサービスの必要性については、かねてより非常に高かったものと思いますが、なぜこれまでなかったのでしょうか。本社が商品化されるにあたって何か障害はあったのでしょうか。もしあればその障害をどのように克服されたかお聞かせいただければと思います。こちらはですね、2点理由があります。まず1つ目は、中小企業には、その企業年金を導入するような、いわゆる財政的な余裕がないというのが大きな、点です。これが1点目です。それから2点目が、これ金融機関側の都合なんですが、金融機関にとって、従業員、本当に数十名の会社に企業年金を導入しても、全く儲からないということがあって、手をつけていなかったという。具体的には、ほとんどの金融機関で従業員数50名未満のところについては、この企業年金を提供しないというルールがございまして、そういったところの2点から、企業年金の普及が止まっていたというところがあるんですが、先ほど最後のスライドでご案内した通り、我々の育み企業年金の一番の強みは加入率です。で、加入率が高ければ高いほど、結果として、会社側が負担する労使折半分の法定福利費の負担を抑えることができますので、それが、毎月のランニングコスト、事務費というのはかかるんですけども、それを相殺するだけの法定福利費の負担というのが、減ることによって、制度導入が行えるようになりました。また、我々の金融機関と提携しているんですが、あの、我々の、これもその加入率が高さが影響してるんですが、仮に10人、20人の会社でも、やっぱり7割を超える会社さんで制度導入を行えると、銀行側も紹介をして、多くの方が入っていただけるということでビジネスになってきますので、そういったところのこの2つの問題点を解決することで、主に中小企業での普及が、ドライブしているという理由になっています。なるほど。金融機関側の手間や負担というのをその加入率の高さというところでカバーされていたということですね。そうですね。先ほどご案内した通り DX を徹底ええ、しておりますので、はい。銀行側はもう本当にご紹介するだけで、あとはすべて我々が巻き取ってやることで、簡単に、銀行のお客様をご紹介して、そして高い満足度を得るということが可能になっております。はい。なんか今までは、難しいと思われていたところを、非常に良いアイディアで商品化されたのだなと感じました。また実際にこの福祉育み企業年金基金導入された中小企業ですとか従業員様の反応というのも伺えているのでしょうか。例えば、とある、保育園さんですと、従業員さんの離職率が20%ぐらい年間離職率が20%ぐらいだったんですが、この育み企業年金を導入して14%まで離職率が減ったというような、主に離職率の低下と、そして従業員さんの満足度の、向上というところで数字に現れております。また、従業員さんの、声としてはですね、やっぱり昨今、老後不安とかそういったものの中で、何かをしなきゃいけないなっていう強迫観念はあるんだけども、じゃあ何をすればいいだろうとか。あと、例えばイデコとかニーサとか、書類は取り寄せてみたけど、もうめちゃくちゃもう、紙が分厚くて何すればいいかわかんないから放置してたみたいなところが、育みだと、会社で制度導入して、先ほどご案内した通り15秒ぐらいで、お申し込みができるので、そういった、あの、会社の福利厚生制度を利用することで、お金の心配がなくなって何かしなきゃいけないっていう強迫観念から、解放されたというような、声もいただいております。
なるほど。生産年齢人口が減少していく中で、従業員の定着率というのは、多くの中小企業にとっては本当に今後真剣に考えていくべき問題と思います。で、経営者の方にも従業員の方にも、本当に双方のニーズに応える商品であるからこそ、これだけ広く受け入れられるようになったということがよくわかりました。では次の質問ですけれども、今、えー今後の、計画についてお伺いできればと思います。既存の商品、サービスの普及促進でしたり、また新たな課題の解決に向けた、サービス展開の展望がございましたらお伺いできればと思います。今後資産規模が2000億、3000億と増えていく中で、運用資産の一部を社会責任投資に振り向けていこうと、考えております。具体的には、例えばマイクロファイナンスですね。アジアだったり、アフリカだったり、そういったところの、金融アクセスが困難な方々に、あの、まあ、低利な金利で、ファイナンスをしていく、そういうマイクロファイナンス機関に対しての、ファンド提供、ファンドを通じたファイナンスを考えております。で、これは、実は、育み基金のような企業年金とは非常に親和性が高いです。どうしてかと言いますと、そのマイクロファイナンスの対象である、いわゆるボトムオブザピラミッドと言われているような方々というのは、非常に、生活にみ、もう本当に生活に密接な仕事だったり暮らしをしてますので、例えば金融危機とか、そういうマーケットの変動にほとんど影響を受けないと。で、そうすることによって、我々は、長期で資産を安定的に増やしていくことというのが年金としては求められますので、マーケットからの影響を最小限に抑えながら、それなりのリターンを上げていくということが可能になってまいりますので、こういった運用資産の一部をマイクロファイナンスのようなですね、社会責任投資にも振り向けながら、我々の加入者にとっても、日本は非常に低金利ですけども、こういう開発途上国というのは金利水準も非常に高いので、それなりの、経済リターンというのも手に入れられますし、逆に、アジアやアフリカの開発途上国の方々にとっては、金融包摂を通じて、その方々の自立につながると。こういったものを提供していきたいと、考えて、今いろんな準備を進めているところでございます。なるほど。今までは国内向けのサービスでしたが、途上国向けの、社会責任投資についても、今、アイディアを、温めているということで、非常に日本の知見と、また親和性が高い、課題についても、今後取り組まれていくということで、ぜひ、これからもベタープレイス様の取り組みに注目してまいりたいと思いました。最後に本日の視聴者の皆様に、メッセージがありましたらいただけましたらと思います。お願いいたします。はい。まだまだ我々の育み企業年金、10万人っていう規模で、これから、大きくなっていく必要がありますので、ぜひこれを、ご視聴いただいている方々は、一緒にビジネスを協業する機会を考えたり、あと、マイクロファイナンスのようなですね、新規事業についても、ご一緒できる先というのを、募っておりますので、そういったところでも、ご一緒して、世界をより良くするお手伝いができればと思っておりますので、そういった方々との協業をしていければと思っております。ありがとうございます。本当に新たな社会課題をビジネスで解決するアイディアをたくさんお持ちということで、今後日本以外の国でも、取り組みの参考になる事業化のヒントをいただいたように思います。森本様、本日は貴重なご知見をいただきありがとうございました。ありがとうございました。